家不知不觉都已经到了这一季的最后一集了，我还是非常开心能够打开这部作品的。别的不说，但是我是真的越发觉得，我越加看《黄金神威》，我眼部皱纹越多。不知道大家对于第一季都有什么样的看法？我个人是非常非常喜欢的，完全有戳中我的点，就像我最开始预料的那样，我就知道我会很喜欢这样的作品。虽然它是我会喜欢那个类别，但是它又如此的独特，真的很难找到跟它完全匹配的相似作品了。它还真的是一手枪一手刀。覚悟がなかった証拠だ。いいか小僧ども、この時代に老いぼれを見たら生き残りと哇！但是不得不说，确实呢，在这种动荡的时候能存留下来，真的是什么大风大浪没见过呀。やれやれ。もともとこのバラタの宿場町はヒドロ一家が仕切ってたんだが。古文の楠田馬吉ってやつが近くにもう一つ。这哥们儿，我想周周第6部的那个监狱长。あんたも用心棒なんだろ？顔見りゃわかる。どっちに売り込む気だ？我也想给尾星刮胡子。炭を入れた男を見かけなかったか？入れ墨？モンモンならいくらでも。そういうんじゃねえんだな。都不是好惹的货色啊！多笑笑，不仅想给尾行刮胡子，还想在他身上留下新的刀疤。他真的一直在，好吧。とぼけやがって。ちょっと来い。家長。应该是为了他的地图吧。入れ墨は見せてね。場所を借りてるだけだ。こんなやつ生かしておく必要があるのか？まさか惚れたのか？ふざけるな。おかげでいい話が聞けたよ。ほら家長、話してやれよ。消防も警察も死傷者は見つけられなかったらしい。地下室の死体も瓦礫で埋もれてしまったようだ。2人の死体があるとすればそこかもな。爆発の直前まで家長と牛山も2階にいたと白石が言っていた。地下に埋もれたとは思えん。2人とも無事避難できたかもしれない。还怪好的呢，还是一派。白石の野郎、買ったばかりの爆薬を吹き飛ばしやがって。あいつどこ行った？どうせすすきのだろ、あのエロ坊主。ここだぜ。爆薬を買い直す金が。说背景板，好惨。ボタンがある。私の親戚がいる村だ。そこで狩りをして金を作ろう。見ろ杉本、かかってる。本当だ。又是什么陷阱？が取れた。棒で殴って仕留める。一撃でお願い。哦，山原。この罠は古い油樽に3000。哦，还拔不出来啊。油を舐めようと頭を突っ込むと引っかかって抜けなくなる仕掛けだ。赤毛の狐は暖かくなって出てくると人間に悪さ。感觉很暖和啊，它这个皮毛。たぶらかす狐とも呼ぶ。狐の皮は1枚1円くらいで売れる。カワウソも同じくらいで、ヒグマだと今年は5円くらい。エゾリスはもっと安くて20銭くらい。狐1匹で酒が6升ってところか。お前が爆薬を台無しにしなきゃ今頃は。蒙混过关。この男は札幌と。ヒロちゃん、それ言わないで。アシリパから金借りて競馬で全部吸ったんだぜ。キャーハー、行っちゃった。いけいけ。白石。あのお金、博打に使ったのか。樽の底の油なめろ。やだ。什么一家三口即视感。ここに滞在するしかねえな。この
の人はフチの弟で6人いる兄弟の一人だ。今日はこの地世に泊まらせてくれる。荒木君にそのクラムロックだ。ヘムとマニュアの荒木氏。手たか、青やもくて目の子。タンコタンタエコは。白痴的この間も脑不思議な脑女が袋こ。の村に現れ、居ついてる。過去や未来が見えるというその女のせいで、村のみんながおかしくなってる。種ちょうど来た。这是真女人吗？インからまったり、レヘアン目の子ね。インカラマという名の女だ。素敵な西パたちがいらっしゃいますね。白石義武です。独身で彼女は似曾相識。釘のついた油だるをかぶせられたんです。私傷のあるだ。哇，感觉是狐狸眼，とても男前。有眼光。そりゃどうも。杉本おはおろ様を。啊，臭くないんですか？アシリパさん、今杉本とオハウとおつま並べたよね。你都能听懂了。言ってない。ちょっと待って。あなたたちは小樽から来たんじゃないですか？他真的能看到过去吗？大叔の親戚が小樽に多いと誰かに聞いたんだ。きっと。なるほど。私見えるんです。あなたたちは誰かを、あるいは何かを探してる。嘘でしょ。すごい、その通りです。私占いが得意です。ニオックといってアイヌは事の大小にこだわらず、判断に迷った時は占いで決めます。結果は神の意志として疑うことなく従います。白木カムイ、占いに使う狐の頭骨です。哇，これは私の先祖から代々伝わるもので、最も霊力の強い听着是挺玄乎的。頭の上に乗せ、ゆっくり落とします。骨が落ちた具合で物事を占うんです。歯が上になれば良い兆しです。あなたたちの探し物が見つかるかどうか占いましょう。歯が下を向きました。希望は持てません。不吉な兆候を感じ。这就为什么我不喜欢占卜，我就是怕不好的结果影响我的心情。右にでも当てはまりそうなことを当てずっぽうで言ってるだけだ。私は占いなんかに従わない。私は新しいアイヌの女だから。そうですか。あくまでも占いであって指示ではありませんから。ところで探しているのはお父さんじゃありませんか？当てずっぽうですからお気になさらずに。いかから散らぬ。あの女の占いは不思議とよく当たるので、村の連中がいろんなものを見ついておかしくなってるんだそうだ。是什么巫术吗？当時の村を渡り歩いているのだろう。やっぱり白石はどこにもいない。他不会又去找刚刚那个女人了吧？奴の居場所がどこだ？インからまっちゃん。死性不改。いいでしょ。さて、馬を選ぼうぜ。インからまっちゃんの出番だ。あの馬はどうだ？あ、出ました。あの馬です。白木カムイは4番が吉と出ています。本当？間違いなく？私の白木カムイは嘘をつきません。白石さん、いいものがあります。これはエカエカというお守りです。手首に巻きつけておけば災難を免れます。哦，就会那种挡灾的吗？如果断掉的话，就等于说是会挡一灾。よっしゃ、頼む。これで負けたらすっからかんだぜ。4番来い。原来是推销。いいぞ。来てる来てる。そのまま。お、勝ったよ。本当に勝ったよ。すげえよ、インからまっちゃん。よし、次のレースも頼むぜ。白石さん、いいものがあります。これはイケマ
馬の根です。とても嫌な匂いがするもので魔除けに使われていました。真的服，太好骗了吧！啊！啊，好像操心的。其实就是会看马。日露戦争でも公兵部隊の馬の世話を任されていたぐらいさ。確かに狐の頭骨も3番が勝つと示してます。3番ですね。買ってきます。待て、この野郎。没救了，白痴。ここにいたのか、高崎。探したぞ。何？おい、全然違うだろ、バカ。高崎はこんなヒゲ生えてねえだろ。服装もアイヌじゃねえか。どうかしたのか？その帽子の騎手が逃げちまった。あんた、馬に乗れるかい？はあ？騎手は八百長馬主に指示されて逃げたのさ。馬主はヤクザの親分さんでね、人気のない馬を勝たせようって計画だ。失敗すれば。看到底是靠马还是靠人，应该都很重要吧。あんたは普通に乗ってりゃいい。お前だって勝ちたいだろうに。ほら、ちゃんと押さえとけよ。あいつら何やってんだ？あの馬を勝たせるんだ。水にマムシの粉を混ぜてゴムの管を鼻に突っ込み無理やり流し込む。間違って管を気管に入れて死んじまう時もあるんだがね。おい、誰？得给他们点教训。お前ら、俺にかけろ。ヒゲが。どういうわけだ？細かい話は後だ。最終レース。其实有胡子也不错。インカラマ様、占ってくださいませ。迷える私めをお導きください。わかりました。白木カムイが3番は勝たないと示しています。白石、もうそこまでにしておけ。占いというのは判断に迷った時に必要なものだ。私たちのこの旅に迷いなんかない。だから占いも必要。女王发言。白木カムイは6番が勝つと示しました。6番ですね。全額かけてきます。白石はこの野郎。爆薬の金くらい残しとけ。嫌だ。俺は勝負するんだ。インカラマ様、買ってきて。わかりました。待て。お前は金が必要だから北海道に来たんだろ。いくら必要なんだ。金塊2万貫じゃないだろ。狐女。止めに来たんですか？もう買っちゃいました。全額6番。でも外れた方があなたにはこう。但这一点很真实，对于这个小队的这个内在的可能的分歧。必要な額の金が手に入ったから一抜けたなんて、そんなこと俺があの子に言うとでも思ってんのか？对呀、不能抛下他的。お父様と同じ綺麗な色です。他也认识。また会いましょうね、アシュリパちゃん。
感觉是个劲敌啊。烈風だ。いいかい、勝たせるのは6番だ。6番を1着にしねえと俺たちぶち殺されるぜ。この水烈風に全部飲ませておけよ。行こうか、烈風。不能喝，那水里肯定有东西。6番頼んだぞ。負けたら桜鍋にしてやる。6番。啊！好卑鄙呀！不愧是他呢，好帅啊！他有他的法子。哇、音乐好好听啊！哇、さっさとつらかるぜ。今頃大損したヤクザの親分が俺を探してる。お、白石はあそこでぶっ壊れてる。置いていこう。どうせ追ってくるだろ。やったー、大儲けだ。做梦。狐に化かされた。全是土方吗？探し物はこれかい？何が狙いだ？ここまで来たのは入れ墨の噂を偶然耳にしたからなんだがね。床屋で見かけた時すぐ分かった。俺は鶴見中尉の下で働いていたからあんたらのことはよく知ってるぜ。腕の立つ用心棒はいらねえかい？哦，我没有想到啊，我以为他会独行，可能利益一致吧，至少目前该看。おい！ラプン王、夢から覚めたか？なあ、悪い夢を見ていたようだ。爆死なんかに手を出すもんじゃねえな。反省したよ。てめえ下次还何も反省してねえ。还会。とっとと準備しろ。網走は遠いぞ。その前に、とっておきの情報を聞く気はねえか？またろくでもない話じゃねえだろうな。まあ聞いてくれ。すすきのの可愛い子ちゃんから聞いた話では。一月前、他从土方这里听来的，应该是。その男は泥棒で。そこへ向かってみるべきだと思うんだよな。夕張か。但是如果他们真的找到了，难道不会怀疑白石吗？不会离开的。哦，接下来就是下一季了。
但是确实白石是两边都在通风报信儿呢。月島軍曹、あの墓から目を離すな。昨日の炭鉱事故で土葬されたばかりの墓だ。はい。餌に食いつきますかね。炭鉱で事故があればあっという間に夕張中に広まるだろう。きっとトークさんにも。どうした二階堂。傭兵の耳、やっぱり鶴見中尉の耳にそっくりです。鶴見中尉の左耳だ。他不会把别人的耳朵缝上了吧？分かった分かった。私が死んだらくれてやる。鶴見中尉。本当ですか、鶴見中尉。おい、殺すなよ二階堂。落とし物だ。我去，这是不是就是他们在找的？届けてやろう。这集出现占卜师，不仅认识阿西帕爸爸，我觉得他肯定也知道不少关于黄金的种种吧。我感觉他这样子的职业就很适合在这种动荡的时代去挖掘一些情报。看出来他应该浪迹江湖很久了，就是对那种局势和人心的把控力都非常强。如果没有山原和阿西帕他们，我都不知道白石如何从就是越狱之后在这里继续完好无损的活着，实在太容易上当上钩了。很有意思的就是在黄金神威这个世界里面有各路这样一些自己的这种生活技巧在这里存活下去，毕竟在这里能有一席之地还是很困难的。我觉得就像阿西帕她所追求的就是阿伊努族一个新的女性的这种代表，她其实是更加理想主义的吧。那我觉得就是这位占卜师呢，他可能经历过岁月的拷打，他可能就是更加务实，然后更加围绕利益而行动吧，可能更加现实一点。他的这个占卜肯定多少还是有一些推理的技巧在里面的，很多是他可能是多亏他肯定有一些情报的基础，再加上他很会洞察一些细节，就像一些侦探他们也能通过一些细枝末节的事情看出这个人的比如说职业之类的。我觉得很真实，因为本身就不存在完全绝对的善恶嘛，大家都在这样的环境，因这样的环境而做出不同的选择。当然还有一个很真实的一点，就是他们这个三人小队也是有一些自己的顾虑吧，就像这个占卜师点出的，就是比如说这集白石其实已经比较摊开了说了，他真的就是一个投机者吧，他并不真的认为他们能找到黄金，他现在跟着山原他们，但是他同时也在找一个安全的退路吧。他其实也像占卜师一样，并不太相信理想主义，而你能看出来他并不信任于人与人之间那种关系的羁绊，当然是跟他之前的经历也很有关系了。他肯定觉得就是如果大家都发财了，肯定团队就会破裂，所以他可能目前为止也没有对于这个团队抱有多大的希望或者情感投入。如果真的越来越接近黄金的话，他们其实是自身难保的。当然还有另一方面，就是占卜师暗示阿西帕这一集，如果山原发财了，他就会离开阿西帕。其实我觉得跟白石的想法类似吧，就是他们可能先入为主就觉得就是大家是靠利益捆绑到一起的，如果真的发财了的话，这个联盟就会理所当然的四分五裂。当然山原并不是那样的人，当然有一点没说错，就是当人们面对这种欲望和财富的时候，人与人的关系就容易变得复杂起来吧。所以这黄金它并不只是一种财富的代表吧，它也更像是一种人与人关系测试的试金石。我当然是非常相信山原的，我希望阿西利帕也能相信他。这集真的有被基德兰克骑马帅到，不得不说他现在也还是有着很多疑点的。我觉得他可能也有一些自己的计划安排，感觉他应该也是那种偏智谋型的角色呢。而且再加上他骑马这一段，我真的能感觉出他的那种领袖气质，或者说是把控局势的那种魅力、沉着、不急不躁。我也很期待接下来他会有什么样的故事吧，现在了解他还比较少。这期视频到这结束了，这一季非常感谢大家的陪伴，下一季我们继续一起看吧，拜拜。